そういう伝達の機能も悪くなるし、あと柔軟性とかパワーも当然なくなってくるじゃないですか。でもやっぱりね、それでうまく打つ方法もあるんですよね。例えば柔軟性がなくなってくるじゃないですか。でチェ・ホソンっていうトラボシっていうね、スイングがめちゃくちゃ個性的なプロがいるんですけど、彼のスイングなんかめちゃくちゃ老人向けっていうか、もう彼めちゃくちゃ体硬いんですよ。でこうやって構えてここしかもう捻転できないんですよね。去年も賞金ランク3位だったけど、だからやっぱり年取っても活躍できる人ってその年齢に対した向き合い方がうまいんじゃないかな。あとクラブも、これは企業秘密だから後でお教えしますけれど、クラブも工夫してます。でもこれはあれだな、ゴルフ界に発信しないから言っちゃおうかな。はい、まあこれは僕シニアに入っていろいろとすごい感じるところはあって、ずっと長年やってきたので、みんなね、シニアはテクニックとかね、そういうのが素晴らしいんじゃないかって、熟練の技を見せてあげろって言うんだけど、そっちのショートゲームもだんだんポンコツになってくるんですよ実は。でシニアツアーに入って最初の年一番びっくりしたっていうか嬉しかったっていうかのは、僕もアプローチ調子悪いんですよ。治んないんですよ。こうなんか電気的な伝達エラーが出てくるのがだんだん調子悪くなってくるんですよ。そしたらね、名前出していいと思うんですけど、最初川岸さんと、井戸木さんと、もう昔のもうレジェンドで、井戸木さんは今でもあれだし、実は井戸木さんは全米シニアプロで勝ったんで世界のメジャーチャンピオンですよ。で川岸さんも丸山茂樹さんがこの人だけにはかなわないって言った人が川岸さんと僕もピカピカのこの2人しか見たことない。で回ったら川岸さんがね、途中でザクってざっくりしたんですよね。川岸さんでもざっくりすんだなと思って、そしたら次のホールギャーンとトップしてアプローチで、次のホールバーンってシャンクしたんで、もういやーっつってクラブで投げそうになってましたけど、と思って、やっぱり年とともにあれになってくんだなって。で井戸木さんは今度ね、こんくらいのパットもってなってグルンってうおーっつってもう完全にイップスになっちゃって、みんなね変にトゲがなくなって柔らかい雰囲気でシニアツアーって楽しいんですよ、見に来ると。ガツガツしてないんで。でもそんな中なのにやっぱりそこまで尖ってやってないにもかかわらず、どんどんなんかポンコツって先輩のこと言っちゃいかんけども、自分自体はそういう劣化してくるんですよね。だから俺だけじゃないんだっていうのがすごくこう安心したというか、そういうのと向き合いながらみんなシニアツアー戦ってんだなっていうのがあって、でもなんか和やかなんですよ。レギュラーツアーはもうすごいキリキリしながらみんなやってますけど、なんか一周した人たちでほぼほぼみんなこう、中にはいますよちょっとこうグッてやる人もいるんだけど、ほぼほぼみんなで和気あいあいとのんびりとやってるんだけど、やっぱりどんどん、イップスとかにはなってきますね。もうそういう伝達の機能も悪くなるし、あと柔軟性とかパワーも当然なくなってくるじゃないですか。でもやっぱりね、それでうまく打つ方法もあるんですよね。例えば柔軟性がなくなってくるじゃないですか。でチェ・ホソンっていうトラボシっていうね、スイングがめちゃくちゃ個性的なプロがいるんですけど、彼のスイングなんかめちゃくちゃ老人向けっていうか、もう彼めちゃくちゃ体硬いんですよ。でこうやって構えてここしかもう捻転できないんですよね。でもここにボールがあってここしか捻転できなかったらもうこれも当たんないですよね。クラブはどこの位置行かなきゃいけないかっつったらここにいなきゃここで
飛ばないですよね。ここにクラブがあれば飛ぶじゃないですか。でもここのポジションからもう無理でしょ、打つのは。でもここにいなきゃいけない。でももう昔のように下半身やってこういうねじるこの柔軟性もなくなってるから、彼はねめちゃくちゃこう右向いてるんですよ。右向いてるから結局ここまでしか上がってないのに、そうやってこう向いてるだけなんで、でこうやってバンって当ててるんですよ。で今度フォローもねじれないからフォローもこうやって自分が回っちゃうんですけど、だからねすごくへんてこりんなスイングだなと思うんだけど、チェ・ホソンのスイングこそ柔軟性がなくなってきたけど飛ばしたいっていう人にはスイングすりゃいいのになって思うんです。だからこうやって去年も賞金ランク2位3位だったけど、だからやっぱり年取っても活躍できる人ってその年齢に対した向き合い方がうまいんじゃないかなって思うし、僕も去年21位だったけど、まあ毎年毎年ところてんのようにルーキーが入ってくるから追い出されるとは思うんですね。シニアのシートって30位なんで僕もカツカツではあるんですけれど、まあどうやってね工夫してそこにしがみついていくかなっていうのはね、あとクラブも、これは企業秘密だから後でお教えしますけれど、クラブも工夫してます。これはねでもこれはあれだな、ゴルフ界に発信しないから言っちゃおうかな。やっぱねちょっとやっぱ当たり前なのでクラブを長くするといいんですよ。でクラブを長くする、でもそうするとデメリットがあるんですね。でクラブを長くすると当然重くなってしまう。でそのスイングバランスって言われるスイングの時にどのくらい重くなるかっていうのを D1 とか D2、D3 とかっつって表現するんですけど、クラブって全部 D2 で揃えるっていうのが常識なんですね。で僕もそれずっともう何十年も意識してて、ドライバーからウェッジまで全部、D1 から D2 ぐらいで全部揃えてた。そうするとスイング中のバランスが一緒だから、ものによって軽いとかものによって重いってなるとスイングのリズムが狂うから嫌なんだと思ったんだけど、これ YouTube やってたせいもあって、 YouTube はいろんなことをトライしていかなきゃいけなくて、そうするとねヘッドについてる鉛全部外してバカ軽にするんですよ。そうするとねバカ飛びするんですよやっぱり。で昔の糸巻きボールは軽くしてヘッドスピードがあれしてもなんかねちょっとスピンが入ってあんまり飛ばないってイメージだった。今のボールは結構ヘッドスピードがあるとバーンってそのまま飛ぶんですよね。で実はその去年一昨年か気づいたんですけど、なんか富士山系クラシックっていうのに推薦もらった時に、富士山系って富士桜カントリーって高原地帯にあるんですね。1100メーターぐらいの高原地帯。高原地帯って空気が薄いんで球飛ぶんですよ。球飛ぶんですけど球が上がっていかないっていう特徴もあって、早めにこのディンプルが空気抵抗によってバックスピンがふわーって上がっていくんで、空気が薄いからそのまま前に行っちゃうんで球上がんないんですね。だから球上げなきゃいけないからちょっとクラブ伸ばしてみたんですよね。でその時に同じ D2 に揃えるとなんか僕長いクラブと長いクラブと軽いクラブはダメだって昔出した本に書いてあった。持ってその瞬間は飛ぶけど持って1週間だと大体距離戻っちゃうよっていうのがあれで、なんで戻っちゃうかって言ったら重いクラブってここでちょっと待ってなきゃいけなくて、なんかじゃあ結局ここで待ったらなんか遅くなっちゃうわけですよ。だけどふとその YouTube で自分で撮ったその爆飛び魔改造みたいな動画があるんですけど、それも結構再生されましたけど、禁断の改造みたいなのを思い出し、なんか振り遅れるの長くすると振り遅れるの嫌なんだよな、そっかもう軽くしてみようかなと思ったらファンと打ったら長さを感じなくて、バランス C8 っていうバランスなんですけど 45.75 インチの C8 って、これゴルフやる人は分かると思うんですけど、これにしたらもう
めちゃ飛びで、あと、シャフトの詳しいこととか僕の YouTube を見ていただければ分かると思うんですけど、そうまずそう軽くて、長くてヘッドを軽くするっていうのは結構肝で、だから結構同業者に「腰触れてるね」みたいなこと言われるんですけど、いや軽いんでって心の中で思ってるんですけどだから本当に常識にとらわれずにいろいろトライするっていうのは結構重要なんじゃないかなと。そもそもあれですか、柔らかいタイプの方ではあるんですけど、横田さん自身は。どうなの柔らかい部分もあると思うんですよ。なんか新しいこと取り組んだりはするけど、自分の譲れないところからは出せないタイプ。片山慎吾とかちょっと、自分がないから、片山慎吾はそこがすごいんですよ。でもじゃあ今のゴルフの楽しみ方は、かつてその銀輪でやってたことと今の楽しみ方の種類はちょっとやっぱ変わってる感じですか？はい、もう年齢とともにね、変えてますね。でもね、桑原勝則さんっていう僕の3つ上の先輩と話したことあるんだけど、でもさ、体力が衰えたとかいろいろ言うけどさ、じゃんさ、でも結局さ練習量も落ちてるじゃん。俺練習量が一緒だったらパフォーマンスあんまり変わんないと思うんだよね。確かにと。練習大変ですもんね。大変。若い頃はやっぱりちゃんとやったもんね。じゃあやっぱ無理がきたらなくなるわけだったら、同じような練習やるって言われてもなんか無理があるわけですもんね、きっと。そうやってどんどん甘えていきますよね、自分に、年とともに。それはいいこととは思わないけど、でも甘えちゃうんだね、自分に。でもそれが功を奏してんだか、僕どこも怪我してないんですよ。めったにいないですね、このシニアプロでどこも痛くないっていう人は多分あんまいないと思います。多分練習量若い頃と同じにやったらいろんなとこ怪我するかもわかんないけど、わかんないです、何が正解か。